日本人メジャーリーグ選手のエンゼルス大谷翔平が本塁打王争いで独走態勢に入りました。エンゼルスの大谷翔平投手26歳は6月29日日本時間6月30日敵地ニューヨークでのヤンキース戦に2番 DH でスタメン出場しました。第2打席には両リーグ単独トップに立つ3試合連続27号ソロホームランを放ち、さらに続く第3打席には2打席連続の28号ホームランを放ちました。大谷投手の2打席連続ホームランは3年ぶりで2度目です。初回、第1打席ではワンアウトでライトフライでしたが、3回の第2打席、カウント3ボール1ストライクから外角へのチェンジアップを完璧に捉え、ライトスタンドにライナーで飛び込む27号ソロホームランを放ちました。打球速度は 109.6 マイル、約 176.4 キロ、飛距離は395フィート、約 120.4 メートルでした。前日、6月28日、日本時間6月29日の同カードの初回に、フルカウントから6球目、129キロのカーブをライトスタンド中段に突き刺した弾丸ライナーのホームランに続く3試合連続ホームランになります。そして、このホームランはメジャーリーグの日本人選手がレギュラーシーズンにヤンキースタジアムで放ったホームランの100本目という節目の一発でした。また、26本塁打で並んでいたブルージェイズ、ゲレロに1本の差をつけ、本塁打王争いで両リーグ単独トップに立ったのです。大谷の3試合連続ホームランは、6月18日、19日、20日、日本時間6月19日、20日、21日のタイガース戦以来で、今季3度目になります。また、6月25日、日本時間6月26日のレイズ戦から続く連続試合安打を4に伸ばしました。さらに5回ノーアウト2塁の第3打席では内角直球を捉え、再びライナーでライトスタンドに飛び込む28号ツーランホームランでゲレロに2本差をつけました。打球速度は 112.4 マイル、約181キロ。飛距離は356フィート、約109メートルでした。大谷投手の2打席連続本塁打は、2018年8月3日、日本時間8月4日のインディアンス戦で10号ツーランホームラン、11号ソロホームランを放って以来2度目です。これで6月のホームラン数は13本で、2007年7月に松井秀喜元選手ヤンキースが記録した日本人月間最多記録に並び、ア・リーグ月間 MVP にも大きく近づきました。また、6月27日のレイズ戦で3安打して以来、今季22度目となるマルチ安打、1試合に2本以上のヒットを打つこともマークしました。豪快なアーチを放った二刀流に、アメリカメディアも、本当に驚くべきこと、言葉が出ないと衝撃を受けています。FOX スポーツのアナリストであるベン・バーランダー氏は、自身のツイッターで、これは本当に素晴らしいことです。言葉もありません。大谷翔平は、メジャーリーグでこれまでに見たことのないような、偉大な時間を過ごしている最中です。これは特別なことです。他の誰かが今シーズン6割を打とうが気にしない。大谷翔平は MVP です。彼は野球界を一つにしています。私たちの目の前で史上最高の瞬間を見せてくれているのですと発信しています。このような大谷投手の活躍を外国人はどのように受け止めたのでしょうか。それでは
海外の反応をご紹介します。大谷が爆弾を撃つのを見るのは好きだが、ヤンキースが負けるのを見るのは嫌いだ。ヤンキースが勝利し、翔平が空砲を撃ってくれればいいんだけどね。ベーブ・ルース、大谷翔平。ヤンキースは大谷を獲得しなかったことを不幸に思っている。この時点で彼が登板するたびに一つのアウトを叩き出すことを期待しているのですが、それでも毎回驚かされます。MVP です。最低でも XBH、単打以外の長打を打った本数を期待します。そして、もし XBH でなければ、セーフティーバントを期待します。私は、毎試合、時速 180km のミサイルを期待しています。それがアウトであろうと、どこに着弾しようと、着弾すれば問題はない。彼のバットからは全く違う音が聞こえます。信じられない。話題性があっていい。やばい。ホームランは終わらない。エンゼルスが得点したのを見るたびに、大谷がまたホームランを打ったのではないかと思い始めています。大谷翔平選手がヤンキースではなくエンゼルスと契約した時のニューヨークの記事の見出しを見返すのが好きです。私がショーといえば、あなたはヘイという。ショー。ヘイ。偉大な野球選手の中でも、彼は今のところ、最も完全な人間であるように思えることも特筆すべきでしょう。熟練していて、タフで、賢くて、美しくて、世界中を旅していて、第三世界にも長く住んでいて、複数の言語を話していて、戦術的なトレーニングの愛好家で、などなど。その気になれば、どんなビジネスでも億万長者になれるのではないかと思えるほど、彼は純粋に自分のことをしっかりと考えているのです。こんなに素晴らしい野球選手は他にいますか？それだけでなく、彼は最も新鮮な服を着て、最も素敵なレストランで食事をして、最も熱い男たちと交流があります。何を言っているのかわからない。彼はただの男ではありません。彼は神です。私は彼が大好きです。彼が私が応援するチームに対して爆弾を撃っている時でさえもね。驚異的なアスリートだよ。彼が健康でいてくれることを願っているし、野球というゲームにとって素晴らしい存在なので、長いキャリアを持っていてほしい。真面目な質問ですが、なぜこの時点で相手チームは彼を1試合に4回歩かせないのでしょうか。彼のような人を相手にしてアウトを取れるというのはエゴの問題なのかな。他の選手を打ち負かしたとしても、私を打ち負かすことはないという考え方です。しかし、私はメジャーリーグのピッチャーではないので、何もわかりません。私はセントルイスに住んでいるのですが、サンデーナイトベースボールで彼が先発した時の興奮を覚えています。とても良い投球と絶対的な爆弾を打ちました。エンゼルスの帽子をかぶっていると、3週間ほどは彼の話題で盛り上がっていました。あの試合の後、どれだけ洗練されていたかにもかかわらず、彼がその宣伝に応えているのは驚くべきことです。MVP、MVP、MVP。今すぐ彼に MVP を与えてください。接戦ではありません。大谷以外が受賞する正当な論拠はない。私はこの人に畏敬の念を抱いています。彼がこのようなことをするたびに、ただ絶対にめまいがします。つまり彼は MVP なんです。彼は単に本物ではない。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。
海外の日本人に頑張ってほしいと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。